こんにちは、トラトラチャンネルです。アメリカの機関車を見分けるのは難しいですよね。そこで今回も前回に引き続き、アメリカの機関車の見分け方をお伝えしたいと思います。Train and Travel Tra Channel。 皆さんはアメリカの機関車を見分けれますか？日本の機関車は見分けがつくけど、アメリカの機関車はどうやって見分けるのかわからないという人も多いかと思います。今回もアメリカの貨物列車の機関車に焦点を当てて、その特徴を深く掘り下げていきます。2回目の今回はアメリカの貨物列車の運用会社と特徴です。当チャンネルでは編成数クイズやコンテナ数クイズを通じて様々なディーゼル機関車をご紹介してきました。日本の鉄道では機関車の識別が比較的簡単で、色やデザインの特徴が明確ですが、アメリカの貨物列車の機関車はどうでしょうか？アメリカの機関車は運営会社ごとにデザインやカラーリングが大きく異なり、非常に個性的です。そこで今回はアメリカの主要貨物鉄道会社とその機関車の特徴について詳しくお伝えします。投稿主は機関車の専門家ではありませんし、専門家にも程遠いと自認しています。なのでこれからの話の内容は今までの経験と関係資料から学んだ最も基本的な情報を集めたものです。もし間違いなどがありましたらコメント欄で教えてくださいね。アメリカの鉄道業界は鉄道会社の規模や貨物輸送量に基づいてクラス分けがされています。鉄道運営の規模、ネットワークの広さ、貨物輸送量、運営の複雑さなどを基準に主に3つのクラスに分類されています。クラス1鉄道は広範なネットワークを持ち、大規模な貨物輸送を担当しています。一方、クラス2やクラス3の鉄道会社はより地域的な運行を行い、特定の地域や短距離輸送に特化しています。それではアメリカの主要貨物鉄道会社の特徴を詳しく見ていきましょう。クラス1鉄道。クラス1鉄道はアメリカの鉄道業界で最も大規模な鉄道会社です。主に広範な鉄道網を運営し、大量の貨物を輸送しています。アメリカ合衆国運輸省 DOT および連邦鉄道庁 FRA が設定した基準に基づいて分類され、2023年の基準では年間の貨物輸送収入が50億ドル、約7000億円以上の鉄道会社がクラス1に分類されます。アメリカ国内や国際的に広範なネットワークを持ち、多くの州や地域にまたがる運行を行っています。アメリカの主要な貨物輸送の大部分を担当しています。クラス2。クラス2鉄道はクラス1ほど広範囲ではありませんが、地域的に重要な鉄道網を運営している鉄道会社です。主に中規模な鉄道会社となります。年間の貨物輸送収入が2億5000万ドル、約350億円以上で、50億ドル未満の鉄道会社がクラス2に分類されます。特徴としては特定の地域や州内での輸送が中心で、しばしばクラス1鉄道のネットワークと接続しており、地域間輸送や短距離輸送を担当します。クラス3。クラス3鉄道は最も小規模な鉄道会社で、主に短距離や地域内での輸送を行っています。ローカルな運行が中心です。年間の貨物輸送収入が2億5000万ドル未満の鉄道会社がクラス3に分類されています。小規模なネットワークを運営し、地元の企業やコミュニティへのサービスを提供しています。通常、クラス1やクラス2の鉄道会社と接続し、より広範なネットワークの一部として機能します。現在、クラス1鉄道には、ユニオン、パシフィック鉄道、ノーフォーク、サザン鉄道、CSX トランスポーテーション、BNSF 鉄道、カナディアン、ナショナル鉄道、カナディアン、パシフィック鉄道、カンザスシティ、ソーラインの7社があります。
私たちが動画で見る列車はほとんどクラス1鉄道ですので、クラス1各会社の現状を簡単に説明しますね。クラス2やクラス3については機会がありましたら紹介したいと思います。それでは各会社はどういった会社なのか現状を踏まえ簡単に説明しますね。1、ユニオンパシフィック鉄道。ユニオンパシフィック鉄道は1862年に設立され、本社はネブラスカ州オマハに位置しています。鉄道路線の総延長は約3万2000マイル、約5万1500キロメートルで、クラス1鉄道の中で2番目の規模を誇ります。機関車は約7000両、貨車は約8万両以上を保有しており、クラス1最大の保有数です。2023年の売上高は約250億ドル、約3兆5000億円以上、純利益は約60億ドル、約8400億円以上です。主に取り扱う貨物は石炭、農産物、化学品、石油とガスであり、アメリカの西部開拓時代に重要な役割を果たし、トランスコンチネンタル鉄道の一部としても知られています。広範なネットワークを持ち、西部と中部を中心にアメリカ合衆国の広大な地域をカバーしています。2、ノーフォークサザン鉄道。ノーフォークサザン鉄道は1982年にノーフォーク&ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併によって設立され、本社はバージニア州ノーフォークにあります。鉄道路線の総延長は約1万9500マイル、約3万1300キロメートルで、機関車は約3800両、貨車は約5万両以上を保有しています。2023年の売上高は約120億ドル、約1兆7000億円以上、純利益は約50億ドル、約7000億円以上です。取り扱う主要な貨物には石炭、化学品、農産物、製造業製品を扱っています。東部および南東部に強いネットワークを持ち、環境保護に注力しています。3、CSX トランスポーテーション。CSX トランスポーテーションは1980年に設立され、本社はフロリダ州ジャクソンビルに位置しています。鉄道路線の総延長は約2万1000マイル、約3万3800キロメートルで、機関車は約3000両、貨車は約6万両以上を保有しています。2023年の売上高は約140億ドル、約2兆円以上、純利益は約45億ドル、約6300億円以上です。主要な貨物には石炭、農産物、化学品、工業製品があり、東海岸を中心に広がるネットワークを展開しています。業務効率化とコスト削減に積極的で、最新の技術を利用して高い収益性を誇ります。4、BNSF 鉄道。BNSF 鉄道は1995年に設立され、本社はテキサス州フォートワースにあります。鉄道路線の総延長は約3万2500マイル、約5万2300キロメートルで、クラス1で一番の路線長です。機関車は約6000両、貨車は約8万両以上を保有していますが、機関車保有台数はユニオンパシフィックに続いて2番目です。2023年の売上高は約240億ドル、約3兆4000億円以上、純利益は約70億ドル、約9800億円以上です。取り扱う主要な貨物には石炭、農産物、石油、化学品があり、アメリカ合衆国の広大な領域をカバーし、西部および中西部に強いネットワークを持っています。規模が大きく、広範なネットワークを展開しています。5、カナディアン、ナショナル鉄道。カナディアン、ナショナル鉄道は1919年に設立され、本社はカナダのモントリオールにあります。鉄道路線の総延長は約2万マイル、約3万2000キロメートル、アメリカとカナダを含む。で、機関車は約2200両、貨車は約3万5000両以上を保有しています。2023年の売上高は約140億ドル、約2兆円以上、
純利益は約50億ドル、約7000億円以上です。主要な貨物には石炭、農産物、木材、化学品が含まれ、カナダ国内だけでなくアメリカ合衆国及びメキシコにも広がる国際的なネットワークを持っています。また、環境保護の取り組みにも力を入れています。6. カナディアン・パシフィック鉄道。カナディアン・パシフィック鉄道は1881年に設立され、本社はカナダのカルガリーにあります。鉄道路線の総延長は約1万3000マイル、約2万 900km、アメリカとカナダを含む。機関車は約1600両、貨車は約2万両以上を保有しています。2023年の売上高は約90億ドル、約1兆2600億円以上。純利益は約40億ドル、約5600億円以上です。主要な貨物には石炭、農産物、鉄鉱石、化学品があり、カナダ国内を中心にアメリカ合衆国との連携で広範なネットワークを展開しています。また、最新の技術を導入し、効率化を進めています。7. カンザスシティ・ソーライン。カンザスシティ・ソーラインは1887年に設立され、本社はミズーリ州カンザスシティにあります。鉄道路線の総延長は約6000マイル、約 9700km で、機関車は約1000両、貨車は約1万5000両以上を保有しています。2023年の売上高は約40億ドル、約5600億円以上。純利益は約30億ドル、約4200億円以上です。主要な貨物には農産物、製造業製品、石油とガスが含まれ、メキシコとの国境近くに広がるネットワークを持ち、北米及び中南米との国際的な物流に対応しています。また、地域経済への貢献が大きく、環境保護の取り組みも進めています。カナダの路線も含まれていますが、クラス1の鉄道会社だけで、鉄道路線の総延長距離は、なんと、約12万6000マイル、約20万 3000km にもなります。日本の私鉄を含めた鉄道の総延長距離が約3万 625km なので 6.6 倍もの長さになります。とてつもない長さですよね。クラス2やクラス3の鉄道会社を合わせると日本の10倍は超えるのではないでしょうか。桁が変わるということですね。桁違いとはこういうことですね。それでは各鉄道会社の見分け方を見てみましょう。鉄道会社の見分け方は非常に簡単です。アメリカのクラス1鉄道会社は規模が大きく長距離輸送に特化した鉄道会社で、それぞれが異なる機関車の特徴を持っています。機関車のデザイン、色、設備には各鉄道会社の独自性が現れています。今までの動画から見ても分かっている人も多いですが、一番の特徴は機関車の色です。偶然かどうかは分かりませんが、全ての会社で色が異なります。それでは主要なクラス1鉄道会社の機関車に関する各社の特徴です。1. ユニオン・パシフィック鉄道。ユニオン・パシフィックの機関車は黄色と灰色の配色です。特に機関車のボディは鮮やかな黄色が主で、屋根や一部の装飾にグレーが使われています。黄色はアメリカ西部の広大さと明るさを象徴し、視認性を高めるために選ばれています。また、歴史的なカラーリングに基づくもので、アメリカ西部開拓時代から続く歴史的なデザインの一部であり、鮮やかな黄色は同社のトレードマークとされています。前面にはアメリカン・イーグルが描かれていて、アメリカの西部開拓の歴史とその発展に重要な役割を果たしてきたことを示すものです。イーグルは自由と力の象徴であり、アメリカのアイデンティティに結びついています。この会社での大型のディーゼル機関車は、一般的に GE 製の ES44AC や EMD 製の SD70ACE などが使用されています。これらは長距離輸送に適した高出力エンジンを搭載しています。2. ノーフォーク・サザン鉄道。ノーフォーク・
サザンの機関車は黒と白のストライプカラーが特徴で、シンプルでありながら視認性が高いデザインです。このシンプルな配色は視認性が高く、どんな天候や照明条件でも機関車を容易に識別できるように設計されています。ストライプデザインは鉄道の伝統的なスタイルを反映しつつ、現代的な視覚的インパクトをもたらしています。機関車は GE 製の ES44DC や EMD 製の SD70M2 などが主力機関車です。これらの機関車は長距離輸送と地域輸送の両方に対応できる多用途型です。特に ES44DC はディーゼル機関車として高出力と燃料効率の両方を兼ね備えています。3. CSX トランスポーテーション。 CSX の機関車は青と黄色の配色が特徴で、非常に目立つデザインです。青は CSX のブランドカラーであり、黄色は視認性を高めるために使用されています。このカラーリングは CSX のアイデンティティを強調するとともに、機関車の視認性を確保するために選ばれました。 CSX の機関車には GE 製の ES44AH や EMD 製の SD70ACE などが使用されています。これらの機関車は高い耐久性と効率的な運行性能を持ち、長距離輸送や重貨物輸送に対応できる設計です。特に ES44AH は米国の鉄道業界で広く採用されているモデルです。4. BNSF 鉄道。 BNSF の機関車はオレンジ、緑、黒のストライプカラーが特徴です。特にオレンジ色が目立ち、これに緑と黒のストライプが組み合わされています。この配色は BNSF のアイデンティティを強調し、視認性を高めるために選ばれています。オレンジは鉄道の存在感を強調し、緑は環境意識を示すとともにブランドの一部として使用されています。主力機関車には GE 製の ES44C4 や EMD 製の SD70ACE があります。これらの機関車は高出力であり、長距離輸送や重貨物輸送に適した設計です。特に ES44C4 は BNSF の重貨物輸送のニーズに対応するために設計されています。5. カナディアンナショナル鉄道。カナディアンナショナルの機関車は黒と赤の配色が特徴です。シンプルでありながら強い視覚的インパクトを持ち、ブランドの存在感を示しています。この配色はカナダの国旗の色に由来し、鉄道のアイデンティティを強調する役割を果たしています。主力機関車には GE 製の ES44AC や EMD 製の SD70M2 が使用されています。これらの機関車は寒冷地でも運行できる設計で、カナダの広大な地域に対応するために高い耐久性を備えています。特に ES44AC は耐寒性と高出力を兼ね備えたモデルです。5. カナディアンパシフィック鉄道。カナディアンパシフィックの機関車は赤と黒の配色で非常に目立つデザインです。赤はカナダの国旗の色に由来し、ブランドのアイデンティティを強調しています。黒はアクセントとして使用され、視認性を高めています。主力機関車には EMD 製の SD70ACU や GE 製の ES44AC があります。これらの機関車は寒冷地に適した耐寒設計が特徴で、カナダの厳しい気象条件に対応しています。特に SD70ACU はカナディアンパシフィックのニーズに合わせて改良されたモデルです。6. カンザスシティソーライン。カンザスシティソーラインの機関車は赤と黒とオレンジの配色が特徴です。この配色は視認性を高め、アメリカ南部およびメキシコとの国際輸送エリアでのブランド認知度を高めるために設計されています。オレンジは視認性が高く、鉄道業界でよく使われる色です。赤は力強さと活力を象徴し、黒はシンプルながらも強い印象を与えます。視認性とブランドの一貫性を保ちながら、運行中の安全性を確保するデザインです。主力機関車には
GE 製の ES44AC や EMD 製の SD70ACE が使われています。これらの機関車は高出力と効率的な運行を実現し、長距離輸送と国際物流に対応できるよう設計されています。特に ES44AC はパワフルな性能と低燃費を兼ね備えており、厳しい運行条件でも信頼性があります。いかがだったでしょうか。各鉄道会社の機関車の配色は視認性、安全性、ブランドのアイデンティティを強調するために選ばれているのがお分かりになったと思います。それぞれの配色には地域性や歴史的背景が反映されており、鉄道会社の個性を示しています。基本的には決まっている各社の機関車の配色ですが、実は機関車の配色やデザインが異なる運用を行っている機関車があります。代表的なものにハーテージというものがあります。ハーテージとは日本語では遺産ですね。各鉄道会社が自社の歴史や過去のブランド、または特定の鉄道会社の重要な歴史的なデザインを記念して施す特別塗装があります。機関車を過去の鉄道会社や歴史的なデザインを再現したものに変更されています。日本でいう国鉄色に変更したのと同じと思ってもらって構いません。例えばノーフォークサザン鉄道ではノーフォークサザンの前身となったペンシルバニア鉄道のデザインを再現したり、南部地域で活躍したセントルイスサウスウェスタン鉄道のデザインを再現しています。一つ興味深いハーテージ機関車を紹介しましょう。 CSX トランスポーテーションの特別なハーテージ機関車 CSX911 号機です。 CSX911 号機はアメリカンヒーローズ塗装が施されています。この塗装はアメリカ合衆国の消防士、警察官、救急医療士、そして軍人を称えるデザインが特徴です。実は911に意味があるのです。9月11日、そうです、アメリカ同時多発テロ事件があった日です。また日本の緊急電話110番や119がアメリカでは911となっていて、消防士、警察官と関連する番号でもあります。機関車のボディにはアメリカ国旗の色である赤、白、青が使用されており、特に赤が基調となっています。アメリカの緊急番号である911と、それに続くファーストレスポンダーたちに対する感謝と尊敬の気持ちが書かれています。このデザインは911事件を含むアメリカの歴史的な出来事と、それに関連する英雄的な行動を象徴しています。CSX が鉄道の歴史だけでなく、アメリカの社会的な価値や歴史を尊重し、次世代に伝えようとしている象徴でもあります。実は投稿主はまだこの機関車を見たことがないのです。一度見てみたいものです。それでは最後に簡単に理解度チェックを行います。どの鉄道会社の機関車か当ててみてくださいね。それではスタート。
オンパシフィック、ユニオンパシフィック、カナディアンナショナルでした。それではもう1問。それでは答えです。 CSX ノーフォークサザン、ノーフォークサザンでした。慣れれば簡単ですよね。今回の動画はいかがでしたでしょうか。気に入った方はぜひいいねボタンをお願いします。次回もお楽しみに。